皆様こんにちは。電車で2時間をかけて着いた場所は羽田空港の第2ターミナルですね。今回は金沢の旅をお届けいたします。金沢といえばね、首都圏の方はだいたい北陸新幹線を利用される方が多いと思います。ただたまたま見つけちゃったんですよね。羽田空港から小松空港まで ANA のプレミアムクラスで15,050円。めったに乗れる席ではないのでついつい買っちゃいました。せっかくプレミアムクラスを入手したのですから ANA ラウンジを利用しない手はないですよね。いつもはカード系ラウンジであるパワーラウンジを利用するのですが、今回は ANA ラウンジを利用してみました。ラウンジの差としてはアルコールが無料で飲めるか否かくらいの差しか感じ取れないのですが、ビール好きの私にとってはまさにパラダイスですね。ビールに絞っていっちゃいますが、グラスは冷蔵庫で冷やされ、ビールサーバーで自動的に注がれるのでなかなか良いです。ビールサーバーによって銘柄も異なり、今回は座った席に一番近いパーフェクトサントリービールにしました。出発までのひとときを ANA ラウンジで過ごします。ビールを飲み始めると時間を忘れそうでちょっと怖いですよね。1杯目をぐっと飲んだ後に登場する飛行機のゲート番号を初めて見たのですが、511という見慣れない数字。ここでバス移動と気づいたんですよね。バス移動となると何が違うのか。飛行機が沖合スポットに止まっているためバスで移動するのですが、その分ゲートの開始時間が早まっているわけですね。搭乗ゲートに向かったところ、案の定ゲートが終盤近くになっておりました。羽田空港の沖合スポットは初めての経験です。今回のように晴れていれば沖合スポットもなかなか悪くはありません。搭乗する飛行機はエアバス A321 ネオです。普通席は3席3席の単通路機材となります。プレミアムクラスは2席2席の2列で合計8席あります。今回は 2A と 2C を選びました。予約した時点では最前列も選べたんですが、私前に壁がある席は好きじゃないんですよね。前方にいるのはアシアナ航空の A330 ですね。羽田空港も国際線が随分と増えましたよね。羽田小松線の飛行時間は短いですが、プレミアムクラスは食事が出てきます。午前11時を境にしてメニューが異なっており、朝はサンドイッチとなります。それでも1ヶ月に3回くらい具材は変えているようですよ。ビールの銘柄は5種類ありました。今回の旅で飲むことはないであろうオリオンビールをチョイスしてみましたよ。気温が5度と報じられております。到着までご約束
小松空港から金沢駅までは空港リムジンバスを利用します。所要時間は45分くらいで、飛行機が到着した15分後に出発するスケジュールとなっています。飛行機の乗客がどれだけ流れてくるかにもよりますが、バスが満席となった場合には補助席の利用や次のバスの利用を案内する場合があるそうです。荷物をホテルに預けたらランチを食べに行きましょう。本日は近江町市場の近くにある寿司店を予約しています。金沢駅から近江町市場までは約1キロ。そこで城下町金沢周遊バスに乗ったのですが、見事に逆ルートに乗っちゃったんですよね。なんでも近江町市場へまっすぐ行く左回りルートは平日運休とのこと。すでに違う道に入った最初の停留所で下車して歩いて向かいます。本日のランチに選びましたのは、近江町市場パーキング地から歩いて2分くらいの距離にある寿司春です。ランチは10貫か14貫のいずれかで、今回は14貫をお願いしました。寿司春でのお寿司ランチは別動画にしてアップロードする予定ですので、それまで楽しみに待っててくださいね。少々がはい、ちょっとお時間かかっても大丈夫ですか？1時間から1時間半。すいません。申し訳ないですね。すいません。寿司春を出た後、近江町市場を通り抜けて向かった先は角町総本店です。1897年創業の老舗大衆うどん店。なんか温かいものを食べたくなっちゃってね。
ジブニとうどんでお腹がいっぱいになった後は、歩いてホテルがある金沢駅に向かいます。本当に冬の金沢は雨が降ったり止んだりですね。弁当を忘れても傘忘れるなを実感できますよ。本当は雪をちょっと夢見たんですけどね。雪より雨の方が全然多いみたい。ただただ冷たい雨はちょっと辛いかな。今度は夕食を食べにホテルを出発します。場所は東茶屋街です。お昼に乗った城下町金沢周遊バスは近江町市場に対して逆ルートでしたが、東茶屋街に対しては最短ルートです。ただ道路が混み合っていて出発が若干遅れ、通常10分程度で行けますが約15分かかって最寄りのバス停に到着しました。夕食は京味海産でいただきます。大正初期に建てられた築100年の建物、金沢の町屋で特徴的な格子絹すこが美しいですね。そば会席店で今回で2回目の訪問です。京味会での夕食は別動画にしてアップロードする予定ですので、こちらも楽しみにして待っててくださいね。ホテルまでの帰りはまた歩きです。今度は距離にして2キロは超えているだろうな。街歩きが結構好きなんですよね。金沢はコンパクトな街なので、バスやタクシーに頼ることもありますが、点在する名所も歩いていきますよ。2日目、ホテルで朝食をとった後、チェックアウトの12時まで客室で過ごします。今日も天候は雨なので、気合を入れて観光する気分にはなれず、チェックアウト後に向かった先は JR 金沢駅にあるアントです。金沢百番街という名称のお土産店が揃っていて、金沢近隣の有名な菓子が並びます。金沢は明日までいますが、お土産は先に購入してスーツケースに入れて3日目にまとめて宅急便で送れば帰りの荷物は楽になりますよ。次のホテルは近江町市場の近くにあります。せっかく市場を通るのでちょっとカニを眺めてみました。石川県では本ズワイガニのオスを加納ガニと呼び、メスを香箱ガニと呼びます。それにしても加納ガニの値段の
疲れ方がちょっとわからないですね。決して安くはないカニなので、今回も加能ガニには手が出ませんでした。2日目に選んだホテルはザ・ホテル三楽金沢です。2022年12月にオープンしたこちらのホテルは今回で3回目の宿泊ですね。金沢では珍しくクラブラウンジを備えたホテルなんですよ。しかも午後のカフェ&スイーツタイムや夕方からのカクテルタイムはかなり充実していて、お酒の種類も豊富なのが特徴なんです。今日はもうザ・ホテル三楽金沢でまったりしちゃいますよ。シウマイ弁当で有名な崎陽軒です。時々崎陽軒のシウマイ弁当や幕の内弁当は買うのですが、3日目、これはあられ？雪？ちょっと雨とは違う天候ですね。朝食はホテルでいただきました。ビュッフェ形式ですが、とにかく料理の種類は豊富で、魚や野菜を多く取り入れている点が嬉しいですね。しかも握り寿司やお刺身、手まり寿司や天ぷらもあるんですよ。スパークリングワインもあって、朝から満足です。ホテルを出発後、まずは近江町市場へと向かいます。今日は結構賑わってますね。魚屋は観光客に人気のお店です。ただ今回の目的はこちらのお店に寄るためです。金沢棒寿司の集楽さんです。近江町市場にあるこちらの店舗が本店となります。基本的には棒寿司を販売していますが、11月から12月までは香箱ガニチラシを販売しています。香箱ガニは先ほど言った通り本ズワイガニのメスで、外子と内子を持っているのは特徴なんですよね。ここで2つ購入して帰りの新幹線での宴で楽しみますよ。
朝食ビュッフェみたいな、なかなかない。近江町市場の後は東茶屋街へと向かいます。昨夜にも東茶屋街には行きましたが、人気も少なく暗すぎたので、明るい様子もちょっと見てみましょうか。また寄りたいところがあったんですよね。それがこちら、金沢大和醤油味噌東山直売所です。金沢駅の後にも金沢大和醤油味噌の商品は扱っていますが、東山直売所の雰囲気が好きなんですよね。しかも味見ができるんですよ。ぜひいしるだしの味見をしていただき、買ってほしいですね。単にいしるだしをお湯で割るだけなんですが、本当にうまいだしができるんですよ。帰りは新幹線です。今回は輝き532号東京駅に乗車します。北陸新幹線の途中駅となった金沢駅ですが、輝き532号は金沢駅始発の速達列車です。金沢駅始発ということで入線も早く、ホームで寒い思いをすることなく乗車できる点がいいですよね。今回も11号車にあるグリーン車に乗車します。やっぱりグランクラスはちょっと手が出ないですね。嬉しい思い出にはなるんでしょうけどね。輝き号は全車指定席です。自由席はございません。自由席特急券では座席を
今回の金沢の旅はいかがでしたでしょうか。今思えば金沢駅と近江町市場、東茶屋街を何度か行き来しただけでしたね。でも念願の香箱ガニと自分には食べることができたし、自分としては満足した旅でした。あと金沢で見たいのは雪かな。雪の金沢に遭遇すればあっちこっちと観光もいっぱいしたかもしれないです。これは次回のチャレンジの楽しみにしておきます。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。